Hello world! Today's video is sponsored by TokyoTreat and Sakuraco. 今日はありがとう。ああ、じゃあ今日飲もうぜ。Hello world! She's a hostess. マジか。ガバが発見が私だけ厳しくて She's an office worker. じゃあ小倉さん家に到着しました。もう5時半なんですけどもうすでに。And she's a single mother. すべて養育費賄うために稼ぎになりそうなところで時間の自由が利くね。早期が終わってるといいな。終わってないな。洗濯してそうるなんですよ。朝から回してて。じゃあちゃんと下着畳むとき僕手伝うんでいつでも言っていただければ。 Do you want to work in Japan? I interview people who have faced struggle being female workers here in Japan. If you are going to live in Japan, it is imperative that you are able to find work. Japan has been your dream for many years. Sometimes you can find your dream job in your dream country, but I have also seen some of the hierarchy and horror that can be found in women's group and circles when I was a student. Of course, not all people have a hard time, but today I'm going to listen to the story of people who have faced a hard time in a predominantly female workplace. I hope that you never have to work in a difficult and unhealthy workplace, but in case you do, you will use these stories as a guide on how to survive in some of the not so beautiful side of Japanese society. キャバクラ嬢にインタビューさせていただきます。美人茶屋から奈々さんに来ていただきました。奈々さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。はい。奈々さんは、キャバクラ歴どれぐらいで、ご年齢って何歳なんですかね。今年29歳でキャバクラ歴9年目です。おお。じゃあキャバクラとかされる前とかどんなことされてたんですかね。キャバクラする前は地元にいた時なんで、なんか朝にアパレル働いて、昼からパチンコ働いて、夜からバー働いてるっていうもう鬼畜な社畜でした。社畜だったんですね。社畜です。おお。それどうしてその生活をやめてキャバクラで歌舞伎町でスタートしようと思ったんですかね。なんかすごい仲いい地元の女の子がいて、なんかキャバクラやってたんですけど、その子が私もともとキャバクラの女の子に偏見っていうか、あって、なんかキャバクラの女の子ってなんかやばいなみたいになってたんですけど、その子が前働いたこともないのに私より売り上げてから言えよみたいな言われて、じゃあやってやるよみたいな感じで東京出てきました。あ、そうなんですね。じゃあここでパチンとなんか火をつけられたって感じで。そうですね。有名になってみろよみたいな煽られたんで。あ、なるほどなるほど。やってやるよみたいな感じ。じゃあその根性でここまで這い上がってきて。そうですね。ぐだぐだやりましたけど。なるほどなるほど。でも最初とかってやっぱりそうやって相手に挑発されたけど、まあやってみたら結構苦労とかってされなかったんですかね。結構しました。最初らへんは結構苦労しました。最初どんなことが結構大変だったんですかね。最初なんかやっぱりなんか2ヶ月目とかだったんですけど、一番最初のお店で、なんかやっぱ太いお客さんってつくじゃないですか。でなんか急に締め日の日に「お前なんかナンバーワンなりたいか?」みたいな言われて、やっぱ「いやなりたいです」って言うじゃないですか。じゃあ見とけみたいな、俺が今やることを見とけって言われて、でなんかナンバーワンの女の子を場内したんですよ、その人が。でその人の前で300万だったかな、急にオーダーしてなんかぶち抜いて、なんかその1位の人になんかこれが歌舞伎町ドリームだよみたいな感じで煽っちゃって、その次の日にその女の子からめちゃめちゃいじめられました。そうなんですね。すごい全員に古虫です。マジですか。やばかったです。そんなじゃあ漫画のライフみたいな、もう本当にもう結構前ですけど、その時代はありましたね。結構ロッカーボコボコとか。女子校のさ激しい。そうです。全然激しい。靴もなくなりましたし。靴もなくなって靴もなくなったし、みんなから無視されるし。そうなんですね。でなんか睨みつけたりとかさ、やっぱ陰口とかずっと言われてたりとか、そういうことですか。全然足引っ掛けられたことも全然あるし。それで笑われるみたいな。みたいなのありますね。誰とも話す人とかそれでいなくて、一人だけいたんですけど、もうその子も辞めちゃったんで地獄でしたけど。あれじゃないですか、奈々さんと話したらその子もいじめられる。そうです。だからなんかかわいそうなんで、別に喋んなくていいよって言いましたけど。優しいですね。いやもう本当に大変だったですね。でもその生活のままキャバクラの仕事続けたんですか。
そうなんかここでやめちゃったら逆になんか認めたことになるじゃん。悪いことしてないのに認めたことになっちゃうから、普通にその店だけは絶対やめないでおこうと思って2年半やりました。2年半いじめられながらも。まあでも結構頑張ってたんで1ヶ月ぐらいでは許してもらいましたけど。あ、そうなんですね。頑張り屋さんだったんだねみたいな感じで。いやでも女子の世界のいじめで1ヶ月半さ、そこまで耐えて。いやーそうですね、結構メンタルは強い方なんで。すごいですね、昭和のスポコン漫画みたいな。漫画を描けたですね。漫画、そうですね、いつかそれ漫画化したら多分売れると思いますよ。結構そんな過酷な。過酷でした。今はないですけど。だからキャバクラの生活なんていきなりそれですからね。そうですね。でその後は華やかな生活が待ってたんですか。まあ4年後ぐらいには。4年後ぐらい。4年後ぐらいには。TokyoTreat, you will get up to 20 of the latest, most exclusive, limited edition and seasonable flavors Japanese snacks, which is only available in Japan for limited times, like Sakura Pepsi, Japanese Sake Kit Kats, and many more. This month's TokyoTreat themed Sakura picnic party. Many Sakura themed snack in the very cute Sakura box. Strawberry cider for after getting out of Japanese onsen. This is lovely to display in your room. Yes. Good smell. So yummy! Oh, cherry blossom rice cracker. Oh, this is cherry blossom. Yummy! Sakuraco, you will receive 20 traditional and authentic Japanese artisan snack items including Japanese teas and one special Japanese tableware with your box every month. This month's Sakuraco kitchenware is kanji side dish. It's so pretty. Sakuraco helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's Sakuraco theme, arrival of Sakura. Sakuraco, so many Japanese traditional sweets in the very cute Sakura design box. Sakura cookie, good smell. Yummy! Hey, you can eat Sakura. This looks like real Sakura. I love your idea. いただきます。Sweet yummy! Sweet Sakura tea, Japanese tea. TokyoTreat booklet. You will enjoy delicious Sakura snacks and even learn about the Sakura place to visit. Sakuraco booklet. You'll learn about the reasons why people enjoy Sakura in Japan, its history, and these sweets. We want to invite everyone to experience Japan from the comfort of your own home through our snack box. Don't miss out on this opportunity to experience the Sakura season in a fun and delicious way with TokyoTreat and Sakuraco. Check their special Sakura promotion from the link in the description below. Then enjoy these snacks, or maybe you can give them to your friends as gift. Thank you. その間に例えばすごい怖いお客さんだったり大変なトラブルだったりとかそういうのがあったりしたんですか。怖いお客さんはあんまりいないですけど、変なお客さんはいましたね。変なお客さん。なんかすごいやっぱ一番最初の初々しい時ってやっぱなんか男性から見たらやれそうな子じゃないですか。そうですね。でなんか毎回今日一緒に帰ろうよみたいな言う人がいたんですけど、その時もちょっとあんま語彙力なかったんで、ちょっと今日生理だからみたいな感じで毎回断ってたんですよ。でそしたらなんか毎回断りすぎて、今日も生理だからって言った時に、いやお前今日生理じゃないよって言われて、俺お前の生理の周期つけてたからって言われて、めちゃめちゃ怖いと思って、その人初めて私のなんか手でルナを登録してました。あ、そうなんですね。怖いですね。そこまでしてじゃあもう言い訳をなくしてみたいな、うわやられたと思いましたね。じゃあその後一緒にホテル行ったってことですか。いや私も生理不順なんでって言いました。今日来てますみたいな。あ、なるほど。じゃあその後からちゃんと言い訳のネタリストみたいなのちゃんと書くようになったんですか。いやもう普通に断りましたね。断ったんですか。断りました。普通にごめんなさいみたいな、できませんみたいな。基本的にはじゃあ、アフターでホテルとかは絶対行かないっていうスタイルなんですか。行かないですね。酔った時とかなんかお姫様抱っこして連れて行かされた時もありましたけど、さすがにフロントの人が止めたんで、嫌がってるんで。そうなんですね。お姫様抱っこでじゃあ無理やり連れてかれたって。もう全然めちゃめちゃバタバタしてましたけど、結構強いんじゃないですか男の人って。そうなんですね。なんかそういう怖い人とかに連れてかれたってことですか。怖い人ですね。もうそっから怖い人がトラウマになって。それはなんかさ、やっぱさ、ヤーさん系みたいな。ヤーさん系でしたね。ゴリゴリのヤーさん系に。ゴリゴリのヤーさん系です。お姫様抱っこってだからすごいなんかさ、イケメンの王子様がなんか連れてたんですよ。王子様だったら全然行くんですけど。全然行きます私。じゃあゴリゴリのヤーさん系にじゃあこうやって掴まれてじゃあ。そうですね。なんかもう私の足より太い腕の人ぐらいの。そうなんですよ。筋肉マンみたいな。筋肉マンみたいな人に。動き取れないけど。取れないです。取るのも怖かったですもん。パタパタ。
なるほどなるほど。でもよくフロントの人を勇気持って止めてくれましたよね。そうですね、泣きわめいてたんで泣いてたん泣いてました。いややめて。怖い怖いと思って最初の頃だったんで、今じゃちょっと殴り返しますけどね。殴り返今じゃちょっと殴り返やっぱ度胸がやっぱ働いてそういうのについてちゃんとメンタルは断れるように。はい、最初のうちはじゃあちゃんとはっきりと断るっていう能力がやっぱつかなかったんですつかなかったですね。多分みんな通ってくる道だと思います、これは。そうなんですよ。キャバ嬢さんが。そうか、じゃあやっぱ新人の子はそういう推しされるともしかしたら危ない目に遭う可能性があるっていう。多分推しに負けていっちゃってる子の方が多いかもしれないです。なるほどなるほど。じゃあそこまでの過程でいろいろそういう怖い人とかで苦労してやっぱそういう嗅覚だとか鍛えられてからやっと初めてついていかないようになる。そうですそうです。なるほど。じゃあやっぱり売れるまでにそういった怖い人たちたくさん経験してきた。たくさん見てきましたね、本当に。なるほど。他にもじゃあそういう怖い人とかっていたりなんか修羅場とかあったりしましたか？なんか一瞬だけ六本木で働いてた時があったんですけど、なんかそこでちょっと芸能系の仕事してて、なんか地下アイドルみたいな。おお、地下アイドル。あんま言ってないんですけど、地下アイドルしてて、でなんかそこを辞めたいみたいな言って、お店も辞めたいって言ったら、そのお店の個室に軟禁されて、でなんかグラスがここら辺飛んできて、マジですか？やめろとか言うなよバーンみたいな、ってなるじゃないですか。でなんか怖すぎて、なんかもうそんな感じでやめさせてくれないんだったら警察行きますって言ったら、お前盗聴してねえだろうなって言われて、自分の私のバッグをこう裏返されて全部出されて、でそこで2時間ぐらいなんか説得されたんですけど、本当にやめれてよかったですけど。いやてかアイドルも怖いアイドルの世界もあるってことなんですか？いやありますね。すごい怖かったです。めっちゃ怖いですね。でもやっぱそれってどうしても断らざるを得なかったような、なんか条件だったんですか？まあ別にアイドルは良かったんですけど、別にやってて楽しかったし、そのお店を辞めたかったんですよね。でもそうなんですね。お店系列のアイドルみたいな。いやまた別でしたけど。また別だったんです。そうなんです。いろんなじゃあ修羅場を味わわれてきて、で今となってこうやって大スターになって。大スターは行かないですね。大スターはちょっと恥ずかしいんで。じゃあ今日は美人茶屋から奈々さんに来ていただきました。奈々さん今日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。奈々さんは国産娘という3人組の面白い YouTube チャンネルをやられているので、そちらもチェックしてください。ぜひお願いします。あと奈々さんのこれからの伸びしろに期待したいので美しくなくなっていく姿をぜひインスタグラムでフォローしてチェックしてください。美しくなくなっていく。美しくなくなっていくじゃない、美しくなっていく。美しくなくなっていくって言ってます。ぜひチェックしてください。お願いします。じゃあ今日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。